三重県農林水産部森林林業経営課木材業推進班の川原です。スライドを簡単に20枚程度で三重県の木材利用について説明させていただきます。よろしくお願いします。まず最初にこちらの図、林野庁で結構有名に載っている図なんですけども、森林の多面的機能、国土保全、水源の環境、自然環境の保全、公衆の保険、地球温暖化の防止、林産物の供給等を持続的に発揮させるため、森林を適正に整備保全するとされています。こちらにあるんですけども、この植える、育てる、収穫する、適所で使う、こちらの循環、こちらの一つのサイクルを緑の循環と呼ぶんですけども、こちらの緑の循環を持続的に回すために、森林を適正に整備保全するべく、私たち農林水産部森林林業施策を行っているところでございます。では実際に三重県の森林林業木材産業の現状はどのようになっているかと申し上げますと、三重県は県土面積の 64% が森林であり、そのうちの人口林率も 62% と全国に比べても豊富な森林資源を有しております。で近年利用期を迎えた51年生以上の森林面積が約7割を占め、伐採植林の促進による、弱い林球の、弱い構成の平準化、伐採木の利活用の推進が課題とされています。こちらの右下のグラフの方が民有人工林杉ヒノキの合計面積となっております。樹種によって様々ではありますが、利用期が、一応林齢50年生以上の森林が利用期と言われる森林となっておるんですが、こちらに見て分かるように約7割以上が、51年生以上と、こちらのグラフなんですけども、平成30年度三重県森林林業統計書から作図されたもので、最新のものになっております。こういった状況の中、三重県の木材を使っていこうっていうような話が使うべく僕らが森林林業施策を行っているところでございます。では実際に三重県産材の杉ヒノキの素材生産量の部門別推移を、こちらの図に示します。左が平成25年から、右が令和元年度までの素材生産量の推移となります。素材生産量と書いてあるんですけども、簡単に言うとどれだけ三重の森から木材が出ていったかを示したグラフになります。単位は素材生産量の千粒米となります。数値を全体、これ324というのが全体の数値となります。こちらの全体の数値を見ますと、ほぼ平行に沿ってきましたが、平成30年からは増加しております。ただしこの緑色の部分はバイオマスの素材生産量、赤色の部分はチップの素材生産量、黄色は合板、青色が製材となっております。傾向を見てみますと、バイオマス、チップ、合板、いわゆる BC 材の素材生産量というものは増加していることが分かります。ただしここで一つ問題とされているのが、青で示された製材の素材生産量を見ますとやや右肩下がりになっております。こちらの原因としては、昨今の住宅着工戸数の減少や、住宅の和室等の形式の変化などが影響しているのではないかと考えられます。続きまして住宅の動向について簡単に説明させていただきます。こちらは三重県ではなく全国の新設住宅着工戸数の実績と予測結果となっております。これは株式会社野村総合研究所というところが2018年の6月に、統計から予測を出した結果となります。で全国の、住宅着工戸数は、これ2030年まで予測してるんですけども、右肩下がりに減少していくことが想定されております。で実際に平成29年度以降の新設着工戸数の実績を見ていますと、29は95、30は95で元年度は88万、少し、減少幅が弱いのですが、減少していることが分かります。でまた住宅着工戸数の減少のほか、この写真で示したようないわゆる和
和式の、住宅様式の、変化がありまして、柱や梁などの木材消費が全国的に減少しているのも先ほどグラフで示した製材の素材生産量の減少にも影響してくるのではないかと考えられます。でこちらが三重県の新住宅着工戸数の推移となります。赤で示したパーセントは木造率となっております。木造率の推移を見てみますと、平成17年以降、ちょっと右肩上がりに上昇して、昨今では落ち着きを見せております。で最新の数値、令和元年では三重県内の住宅着工の木造率は 71% というデータが出ています。でこれを全国の木造率と比較していますと、全国の木造率は 58%、三重県は、全国的にもかなり高い住宅の木造率となっております。ただ東京や大阪の都市部ではやはり耐火制限が厳しく高層ビルも多いというところで、ちょっと住宅の方にもそういう耐火制限などからそういう都市部の木造率はかなり低いので、いわゆる林業地帯の木造率としては、このぐらいに全国的にもなっております。ただ住宅着工戸数だけを見てみますと、ちょっとリーマンショックの際に、かなり減少はありましたが、その後はほぼほぼ横ばいの傾向を示しています。ちょっと消費増税の、影響によって確かここ駆け込みが起きたところですね。平成25年28年、そういったところで微増微弱っていうんですかね、ありますけど、ほぼ横ばいに推移となっております。でこういったところでそういった住宅を買っていただく県民の皆様に対して、木材利用推進班では令和元年度に各市町で県産材 PR 活動を行っております。これがその表となります。亀山市、津市、熊野市、松阪市、鈴鹿市、ちょっと人が来るところ、例えばこの1月25日で行われた鈴鹿市はこれベルシティですね、イオンのベルシティで建築相談会と住宅のパネル展示やボールプール、積み木等を行って三重県産の PR を行っております。すみません、ざっくりですが以上が住宅の動向について説明になります。続いては非住宅の動向についての説明となります。まず非住宅とは何かと言いますけど、今回想定され、考えた非住宅というのはもう住宅以外の建築物です。で三重県内の着工建築物における木造率を、こちら先ほどと数値が木造率違うんですけれども、こちら床面積ベースで計算してあります。先ほどのは個数ベースで示したので少し木造の、木造率が少し変わってるんですけども、今回は床面積ベースのデータとなります。こちら住宅の木造率なんですけども、左のグラフで示すように床面積ベースでは先ほどの個数の 71% よりもさらに多く 77% というデータになりました。このデータなんですけども、平成30年の国土交通省の出しているデータから出ておりますので、平成30年の実績となります。でそれと比較して今度は住宅以外の非住宅建築物の木造率を計算してみますと 9% とかなり低い結果となりました。このデータから分かるように住宅に比べ非住宅の木造化っていうのは三重県内でも全然進んでないことが分かりました。では実際にその三重県内の建築物における推定木材使用量、どれだけ建築物に木材が使われているかっていうのを推定したデータとなります。上側はこれは建築で使われる製材製品の流れとなります。これ全部で264千リュウベイが、製材工場に流れてるんですけども、そのうち 43.6% が県産材、 23.5% が県外材で 33% が外材っていうような、構成となっております。それらが製材工場に行き、県外販売量が84千リュウベイ、県内販売量が73千リュウベイとなります。
で先ほどの建築物、着工建築物の床面積データがありますので、そこからこちら林野庁が出したデータなんですけども、1平米あたり木造の建築物では平均 0.2 リュウベイ木材を使うというデータがあります。またそれと同様に非木造の建築物では1平米あたり 0.04 リュウベイの木材が使われているデータがありますので、それを用いて着工建築物の推定木材利用量を想定した結果がこちらのグラフになります。こちらのグラフなんですけども、住宅は木造率が高いんで、この青の線は木造のデータなんですけども、かなり木材利用量が多いです。非住宅の建築物なんですけども、木造が少ない分かなり木材利用量少ないです。でこちらの合計木材使用量を住宅と非住宅合わせてみますと212千リュウベイとなりました。でこの212千リュウベイのうち、県内の製材所県内販売量は先ほどのこの73千リュウベイなので、大体建築物に使われる木材のうち 33%3 分の1ぐらいが三重県の製材所で作られたものだという結果が分かりました。これを見ても僕らはかなり少ないという認識です。もうどんどん非住宅のこちらの木材利用量、特に県産材の使用部分を増やしていかないといけないなというふうに考えております。でこちら林野庁のデータなんですけども、全国的にもそういった話は言われてまして、住宅のこちら6階と4、5階の黄色が非木造の部分で、緑が木造の住宅の木造の建築物のすいません床面積なんですけども、高層部分はほとんど非木造で建てられてて、で特に非住宅全部で見てみましてもほとんど黄色の非木造で建てられていることが分かります。全国的にも三重県と同様、この非住宅の建築物木造化が全然進んでないということが分かります。こういったところから高層部分では木材を利用したハイブリッド工法や内装材などで木材量を獲得できないか、で低層部分では非住宅の低層部分に木造化を推進し、需要を獲得できないか、こちら全国的にこれからの動く流れとなっております。そういったところで中大規模建築物、非住宅の建築物の木造木質化は、公共建築物や民間の建築物など非住宅において都市部を中心として木造木質化に向けた動きが活発化になってきています。で平成30年の6月には建築基準法の改正がありまして、木造木質化できる部分が増え、また行政の関係なんですけども、森林環境譲与税の導入によって公共建築物各都市部における木材利用に使われる税金が充てられたり、またその民間事業者における気遣いへの関心の高まり、先ほど福島が申し上げたように SDGs および ESG 投資への関心の高まりから、民間事業者のそういった建築物においても木が使われるというような動きがあります。こちらちょっと前からになるんですけども、昭和25年以降の公共建築物の木造化の推移、どういったことが起こったか並べたグラフ、図になるんですが、上側の青の部分では、ちょっと、阪神大震災のこともありまして、木材が、ちょっと火事で燃えるから、そういったものを木造禁止とか、そういった規制してる時代だったんですけども、昨今になりまして、どんどん木造の建築物、22年では低層の公共建築物が原則として木造で、先ほどの建築基準法の改正で防耐火規制の合理化、そういったところで、昨今になって公共建築物含め非住宅建築物の木造木質化が、これからどんどん進んでいくだろうというような状況でございます。そこで三重県でも、中大規模建築物の木造木質化の推進について、平成30年から三重県中大規模木造建築設計セミナーというものを三重県の森林林業アカデミーの中で行っております。こちらのセミナーなんですけども、実践的な設計演習等を通じて木造建築物の設計管理と技術とノウハウの習得を図り、公共施設や商業施設など非住宅における木造木質化の相談や提案ができる建築士を養成するものとなっております。平成30年と令和元年度2年間行いまして、1年間6日間の日程で、かなり、仕事する中、建築士さんに
ちょっと無理って課題を出させていただいて、で、一応平成30年には、11名の方が終了して、令和元年度にも11名の方、今計22名の方がでこの三重県中大木造建築設計セミナーの修了生としてこのセミナー終了した人がございます。で簡単な内容なんですけども、木材利用の基礎講座を2日間、その後その木造木質化設計研修講座を4日間で、全国にも、大化で有名な安井先生や構造の山田先生で、メンテナンスで有名な原田先生で、東京の、建築物の、ティンパライズの内海先生、全国の先生をお呼びしてセミナーを平成30年令和元年と2年間行ってきました。で本日もお越しいただいている方もいらっしゃるんですけども、修了者こちらのように県内各地22名いらっしゃいます。ただ、こちらのセミナーなんですけども、今年度は、行っておりませんが、現在ちょっとどうなるかわからないんですけども、一応来年度もこの中大規模建築設計セミナー開催する予定となっております。では今年ですね、令和2年度何をやってるかということなんですけども、今年は、公共建築物等の木造木質化に向いた県市町の営田発注担当の対象講座、県市町の職員向けの講座をやる予定です。で特にその森林林業分野の担当ではなくて、営田とかその建築士の資格を持っている方を対象とした研修をやる予定です。同じように基礎知識習得コース2日、テーマ選択コース2日、木材利用施設コース2日というところで、ちょっとなかなか木造と S 像 RC 像の建設コスト比較がちょっとどうかわからないとか、実際の、木造建築の費用を把握したいというような声もありますので、そういったテーマの講座や、木の建築でやはり維持管理が大事ですので、そういった施設の保全と維持管理について具体的な対応策をもとより設計大学から配慮すべき要点を学ぶような講座、こういったものを設けさせていただいています。ちょっとコロナによって開催が遅れているんですけども、こちら令和2年12月以降に開催する予定です。で他にはなんですけども、こちら県木連さんの方で三重県内で計画する公共建築物、こちらは民間の非住宅建築物も対象となります。で、ちょっと公共建築物等を書かさせていただいてるんですけども、県内で計画する公共建築物等の木造木質化を推進するため、県や市町民間事業者が計画する公共施設の木造木質化に関する疑問や課題に答える相談窓口を設置しました。専門家とともに木造木質化に向けた受験を行います。ちょっと急いで配らさせていただいたんですけども、こちらの茶色で示した一枚ペラのチラシ、皆様のお手元にございます。こちらの相談窓口のチラシの裏に相談シートが書いてあると思うんですけども、まず相談の仕方はこちらのシートに必要事項を記載いただいて、その県木連に出していただくというような内容となっております。もし建築士の方や工務店の方でお手元のちょっと設計でちょっとお困りな点ありましたら、県木連ができる範囲ですが相談対応させていただきますので、ぜひよろしくお願いします。で他になんですけども、三重県気遣い宣言事業者登録制度というものを、平成30年の8月から行っています。こちらもこの緑のチラシを配らさせていただいたんですが、こちら民間の、三重県内の県内とは限らないんですけども、三重県産材を使用する民間の事業者さんに登録いただきまして、その県がここの事業者さんはこういう三重県産材を使っています、ぜひお越しくださいといったようなその PR の後押し支援をさせていただくような制度となります。もしこれからその木材を仕入れるその事業者さんとかがございましたら、この気遣い宣言登録いただければ、僕ら県もその PR の支援をさせていただきます。というところでこの気遣い宣言なのですが、現在までにこちらのように17社の事業者さんに登録いただいております。有名なその事業者さん、熱トヨタ三重さんとか井村屋さんとかも
登録いただいてまして、松阪市では去年じゃないですね、今年の2月に松阪城でオープンした松阪城月見櫓ですね、そこも登録いただいております。こういった形で民間の事業者さんの気遣いの取り組みを県の方で PR させていただきたいと思いますので、すいません、ここでちょっと宣伝させていただきました。すいません、長々と最後になるんですけども、先ほど説明したように、三重県内の着工建築物における木造率を見ても、住宅木造率というのは 9% とかなり低い現状でございます。というところで、今後、住宅建築物の木造木質化を進めていきたいなと考えておる中で、今回のカタログ工法、これから説明があると思うんですけども、そういったところに、個人的にはぜひ、中大規模建築に貢献していただけるのではないかと期待しているところでございます。すいません、長々と以上となります。ご清聴ありがとうございました。どうもありがとうございます。では引き続き、渡辺さん、お話をいただきたいと思います。縦ログ、パネルログ広報の展望というタイトルでよろしくお願いいたします。縦ログパネルログ広報の展望というタイトルで話させてもらいます。合同会社料金店の渡辺と言います。よろしくお願いします。すみません、ちょっと座らせていただきます。我々が、提案する方法なんですけれども、一応今までの実績で言いますと、簡単に言うと今日現場で見てもらった通りのパネルを使ったものでいろいろ建物を建ててるんですけれども、基本的に今まで実績で言いますと取り扱っていただいている会社は北関東圏とか南東北圏が多いので、そこで大体住宅を100棟ぐらいは作らせていただいています。いろんなコテージ風のやつだったり、本当に都心のど真ん中に胴体化の認定を取っているので木の表しで建てたりしています。これは主に外観です。で内観も基本的には壁なんですけれども、最近はやっぱり床とか天井にもそのまま使う例もありまして、で本当に住宅は減ってきてるんですけれど、フルでパネルログで作りますと、大体一般の住宅の3倍から4 3倍から4倍ぐらい木材を消費しまして、これよく僕たちが言うのは、例えば100棟を作ったら400棟分ぐらい木材を使用します。それを表現するんですけれども、そのぐらい積極的に木を使うことができます。で最近ではRC の構造の住宅をやっぱり木造の雰囲気にしたいというお客さんがいまして、これ設計事務所さんの提案だったんですけれど、パネルログで内壁と外壁と入れ替えた事例もあります。あと住宅以外にも基本的には商業とか事務所棟とかも作っている事例があります。であと最近になってブロック塀が倒れる事件がありまして、あと木造の塀がこれから推進されるということで、木造の塀も商品開発とかもしていたので、こういうのも積極的に使えてもらえたら面白いかなと思って昨今なんですけれど、ちょっとパネルログ、縦ログのホームページを作りまして、でそれのおかげなのか、ちょっと結構いろんなところから問い合わせがありまして、それで結構全国各地の設計事務所さんや工務店さんと協力して、先ほど言った非住宅、公共的な施設が結構ちらほどポツポツ増えてきました。こういう少年自然の家のようなものや、ちっちゃな本当に集落の集会所や、交流センター、これ復興交流施設みたいなものとか、あと個人の小児科医院なんですけれど、病院とか、あとこれは私立の、インターナショナルスクールとか、あとは高齢者福祉施設と、あと幼稚園、こういうものがちらほら全国で、やっぱりその地場の木材を使って何か作ってみたいという、どちらかというとクライアントの要望を聞いて、最終的に設計事務所さんや工務店さんがこの方法を探して見つけてくれるんですけれども、全国的に増えつつあります。これは福岡県の方の交流施設です。で今ちょっと図面とか写真とかちょっと都合で見せれないんですけれど、他にも、結構進んでいる物件がありまして、水道施設も RC とかステンレスで作るのがつまんないから木造でやりたいとか、あと交流施設も結構木造地場産材で作りたいとか、教育施設とか、災害復興公営住宅の再利用とか、そういう案件も
縦ログ、パネルログでできない、地場犯罪でできないかっていう引き合いがある。でこれはちょっと一般的な話なんですけれども、やっぱり日本の一つの大事な資源としましては、だから世界的に見るとその割合で言えばフィンランドに次いで2番目に森林率が高いので、簡単に言うとすごい大事な資源、森林資源で大事な資源なんじゃないかっていうのが、我々の候補開発のそもそものスタンスの出発点でありまして、で、簡単に言うといっぱいあるんだけど使ってないから積極的に使った方がいいんじゃないのかっていうのが、広報開発の発想の出発点で、それが、中性材のようになんていうんですかね、大規模設備投資が必要であったり、なんていうんですかね、一般的にちょっと扱いづらいというよりは、本当に金物ビスで簡単にどこでも留め付けれるような作り方で壁とか床とか天井とか場合によっては合わせ張りとか作れないかと思って開発しています。でこれはちょっとサンプリングしたんですけれど、三重県も和歌山県も奈良県も、日本の森林割合と変わらない、もしくはちょっと多いぐらいの森林面積を持っているので、やっぱり積極的な利用はすごい大事なんじゃないかなと思っている。先ほども話に出てきたんですけど、住宅の着工棟数が減ってるんですけれども、実はそれに伴ってさらに大工さんも減ってるんですよ。で大工不足っていうのも実は建設の現場の方では結構深刻な問題でして、でやっぱり木をいっぱい使うんだけど難しくない作り方っていうのが何なんだろうっていうのが研究のテーマの開発のテーマの一つでした。でこれがちょっと循環の図なんですけど、できるだけ地域の材料を地域の工務店さんとか地域の設計事務所さんが、難しくない簡単に作れるようにするっていうのがコンセプトの大事な根幹であります。それでもう本当に大工さんみたいな専門知識が下手したらなくても大丈夫ぐらいの技術開発をしたいと思ってやってるんですけども、そうするとやっぱり地域の雇用の幅が広がるとか、あとパネルを作る工場で採用がしやすくなるとか、そういうこともちょっとコンセプトで考えています。でこれは目標なんですけれども、林業とか製材業とか建設業から地域を活性化させることができないかとか、あと国内の木造建築市場へ挑戦したいと、あとこれも本当に大きな目標の一つなんですけれど、例えばヒノキとかは結構外国に人気があると聞きますので、ヒノキの製品を日本で作って輸出して、6次化して、そういう6次化した商品を海外に輸出できないかとかっていうのは課題というか目標にしています。これは比較の話なんですけれども、もちろん手で作ることもできますし、我々もよく手でも作るんですけれども、やっぱり生産効率を考えますと一部機械化も結構検討しています。でもこれ機械化しても、例えば他の木を大量に使う方法に比べればそんなに投資額は抑えられると思って今商品開発しています。でこういうふうに手で作るもちろん方法もありますし、その部分の一部を機械化することでも1日の生産量を上げるとか、人の人数を減らすとかっていうことも可能です。これはちょっと機械の話で、今日試しにちょっと機械がどういうふうに動くかっていうのを見てもらえれば。すごいローテクなので、木材をまず一本一本入れていきます。で接着剤は用いないんですけど、しっかりこのエアーで圧着させて、で下穴を開けて、でミスできます。これの繰り返しでパネルができますという本当にそういう動画です。このギュッと圧着したりビスを打ったりするところを、もちろん普通のそこら辺にホームセンターで売ってるようなジムでもできますけど、多少機械化した方が早くできますという話でした。ちょっと機械の話はそのぐらい。これは手で作るのと機械で作るのでは、多少
どのぐらい1日の生産量が違うのかっていうのを、我々のちょっと試算した数値が書いてあります。で、パネル、先ほど事例で見せたように、基本的には壁なんですけれども、使いようによっては天井とか屋根とか、あと床とか、あと梁とかにも使えます。で、これは地域の、我々一般流通材って言ってる4寸角とかから削り出して作れるので、そんな特殊な材料を使わなくても済むという発想であって、これはちょっと合わせ張りの事例です。ちょっと分かりづらいですけど、これとここら辺が合わせ張りでやってます。あとこれはちょっと提案なんですけど、これはこっちは実例ですけど、家具みたいなものとか、あと150角とか120角とか、ちょっとごっつい角材じゃなくて、もうちょっと薄い板のようなものでも、インテリアのものも作れるんじゃないかとか、こういう提案にしてます。あと箱型に作るのがすごい構造的にもコスト的にもすごいメリットがあるので、箱型の住宅をキット化してボコボコ作るのも、提案の一つで考えて、でこの箱を、掛け算の話ですけど、いろんなものと掛け合わせると、ポコポコ作れるので、いろんな使い方ができるんじゃないかと、コテージみたいなのとか、ちょっと今コロナの時期もあるのでインバウンドが難しいかもしれないですけど、週末農園のところとか、そういういろんな余暇とかいろんな使い方ができるんじゃないかっていう、これはこのアイディアの提案の話です。で、パネルログ候補、パネルログって、簡単に言うと木材を見せてただ止めてるだけなので、本当に企画とか計画と設計デザイン次第では、いろんなものに取り組めるんじゃないのかっていうのが、主に建築ばかり作ってきたんですけれども、今はそういうふうな方向も向いています。で、これ多分皆さん木材に詳しいのであんまり話さなくてもあれなんですけど、木の質感はすごいいい、やっぱりいいっていうのと、熱還流率では測れない温かみとか熱への耐性みたいなのがあるないっていうのが一つの魅力だ。これ実際データを取ってみると、やっぱり温度データとかも5階気温に比べれば室内の温度はかなり緩やかな変化しかしないので、十分に断熱性能もちゃんと担保できているっていうのを測定したりして、で一応ビスとか木材、単にビスだけで止めてるので本当に強いかどうかっていうのもちゃんと50回以上試験して、あと国の認定も受けてまして、強度もそれなりあるというのもちゃんと実験している。であと結構皆さんこういう写真見ると普通のあんまり建築詳しくない人は驚かれるんですけれど、こういう都会の本当にこれ早稲田なんですけど、都会でも30分効果とか取っているので、もっと表して見かけることができる。であと本当に木材だけでこれ現場で金谷さんが説明したと思うんですけど、60分純耐化の使用も取っている。石膏棒とか原材に本当に木だけで60分耐化持つことができる。で結構面白かったのは、僕1時間1000度ぐらいで燃やすんですけれど、反対側の温度上昇が1度ぐらいしか温度上昇しないんですよ。なのでやっぱり断熱性能って結構あるはずなんですけど、なかなか日本の基準だと木の断熱の有効性があまり測れないというか、ちょっとそこがもどかしいんですけれど、実際1000度で1時間炙っても反対側は1度ぐらいしか温度上昇してないんですね。これ公のデータなので本物のデータなんです。あと今回は外壁にサイディングを貼ったり、内壁にさらに板張りとかしてる物件なんですけれども、やりようによってはログ一発でいわゆる木畑さんの動画で見せてもらったログハウスのようにログ一発で仕上げるということももちろんできますので、そこがログハウスの魅力といいますか、木一本で構造材と断熱材と内装材と外装材を兼ねれるので、ここで工期短縮とかコストカットを狙うことができます。これはちょっとライブでも一応出してもらってます。で最近ポコポコこの工法を取り扱ってくれている会社が増えてきているので、大量に生産できるっていう工場も実は日本のどこにもないんですけれども、そういうのも今後増やしていって、この工法を全国的に普及できたらいいなと思っています。
あとこれはさっきの海外の話ですけど、やっぱり日本のヒノキってなかなか世界、多分台湾とか日本にしか生えてないってよく聞くんですけれども、で台湾はなんか天然記念物かなんかに指定されても伐採できないで聞いてるんですけど、このヒノキっていう樹種にちょっと特化して製品化すると、日本国内だけじゃなくて海外にも売れるんじゃないのかなっていう、これは今後の希望的な展望の話なんですけれども、はい、一応今のパネルログの現状とか展望とかはこういう話で、終わらせてもらいます。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ引き続き、講座の、大室さん、お願いいたします。はい、ではここからは、先ほど見ていただいた老人ホームの僕が行動設計について BX 総称株式会社大室直哉が発表させていただきます。座って失礼させていただきます。今まで結構規模が大きい話ですとか、展望ですね、これから未来に対しての展望などちょっと話が続いていたんですけれども、今回は、僕の構造設計とですね、これを通じて、僕を通して見る、中大規模木造建築物において、構造設計における留意点という話でちょっと細かい話になるんですけれども、今後木造でこういう中規模大規模の木造建築物が増えるようにあたって、ちょっと構造設計の立場でお話しできればなと思っております。でこちら、構造設計証言になっております。先ほど、純烈様からご説明いただいたところとちょっと被るところがあるんですけれども、用途老人ホーム2階建てで1000平米弱となっております。で工法というのは、住宅でもよく使われておりますように木造軸組工法を使っております。で計算方法というのもこちらも一般的な構造計算、住宅2、3階建てに使われる許容力度計算というものを使っております。で特徴といたしまして、今回見ていただいたログパネル、タイルケーキにはログパネル、あとはこちらも手に入りやすい構造量合板の筋交い、一般的な在来工法ですねのタイル機器を使っております。で接合部に関しましては、在来の仕口や継ぎ手ではなくて、今回現場でも見ていただいたように金物工法を使用しております。でこちら後でご説明いたしますけれども、弊社の親会社であるプレセッター金を使用しております。でこの建物の付帯物といたしましては、外部の鉄骨階段とエレベーター鉄骨課題、これは今先ほど現場の方ですね、入って左側の方に赤い塔が立っていたと思うんですけれども、そちらになります。で今回そんなに書類を見ていただいても特に特徴的なところはこのログパネル以外はないような状態です。逆に言いますと、このログパネルというものが一般的な、軸組工法で一般的な計算方法である許容力度計算の中に取り込むことができる、つまり汎用性も高い耐力機器であるので、今後住宅ですとか今回のような特殊建築性物の老人ホームなどいろいろな広がりがある、可能性がある耐力機器などではないかなと思いました。実際設計している中でもそんなに特殊なものを扱っているということはなかったので、構造設計者の中でもそんなにハードル高くなく使えるものだと感じました。先ほどタイトルにもありましたように、ちょっとこの僕を通して見る中規模木造建築物における留意点といたしまして、下の5点を中心にお話しさせていただきたいと思います。今後ですね、中規模で木造がどんどん推進できるように、これらその設計においては大体これら5つに関することを注意して設計していただければ、どんどん広がっていくんではないかなと個人的に思っております。まず一生設計と構造設計の関係ということで、ちょっとここからは簡単な図で
ご説明させていただければと思うんですけれども、すごく大事なものとして立面計画というものがあります。これは断面、でこちら1階2階になっております。で、この加工を見ていただくと、梁の上に柱が2本通っておりまして、やっぱりここに上からの例えば屋根からの荷重がかかってきたりとか、壁の重量がかかってきてしまいますと、やっぱりここの梁はどうしても大断面になってしまいます。でこの辺り、構造設計、してしまうと、もうここの大きな梁を入れてくださいというふうになってしまうんですけれども、ここで例えば衣装設計様、設計さん等の例えば協議、することによってこのような加工に変更することができますと、力は両端の柱を通じて1階基礎まで流すことができるようになります。そうするとここの梁もだいぶ小さくすることができるようになってきます。なのでこういったところはやっぱり構造設計、衣装設計ともに協力してやっていくことで部材の断面を減らすこともできます。その分材料費も安くすることができると思います。同様に、続いて平面計画の方ですね。ちょっとこれも牧歌のプランではないんですけども、簡単には、オレンジ色が柱でグレーが壁ですね。ここにほぼ梁が入ってきますので、1階のプランがこのような形で2階がこのような綺麗な形になって落としてくると、柱がないところに梁があったり、そもそもこの辺の柱が多分落ちてくるとこの辺になるんですけれども、梁が通せなかったりっていう、この辺も構造設計としては無理やりできる設計することはできるんですけども、やっぱり建物にとってですとか部材にとってもあんまりよろしくない、プランニングになってしまいます。なのでこういったところも、合わせて、立面合わせて小構造タッグを組んでいければどんどん広がると思います。で、これ今回、牧歌のプランを一部抜いてきたものです。でこれ、緑色のところがこれ左側が1階で右側が2階になっていまして、緑色のところが居室になっております。で1階、このパターンですね、1階と2階がちょうど揃っておりまして、柱、壁ですとか開口の位置などですね、きっちり、揃っております。なのでこの場合きれいに屋根から2階、1階、基礎まで、軸力を流してこれますので、負担がなく計画がすることができます。で左下のところですね、これ1階食堂を今日見ていただいて、ごっつい梁が入っていたところなんですけど、こちら2階のところに居室が入っていて、ここ壁がありますね。で1階はやっぱり食堂ということで出入りですとか、やっぱり眺望ですとか、この空間の広がりを見せるためには、やはりこういうような計画になることが多いんですけれども、やっぱりこの場合、こういったところの下、あとはここですね、この壁を受ける梁がどうしても大きくなりがちですね。で今回衣装設計様と施設様のご協力いただきまして、これ、どのようにちょっと張り付けを抑えたかといいますと、これが2階の施設構造図が浮かぶ説になっているんですけれども、ここの交点ですね、2階の壁の交点のところの真下に、ちょっとご相談して柱を入れさせていただくことになりました。もともとそれでも今720の修正材が入ってるんですけども、それを受けるここは大体8メーターぐらい飛んでいるところなので、もっと張り付けが上がってしまうところだったんですけれども、ここに柱を入れていただくことで、3メーターぐらいで360の修正材で収めることができました。これも衣装設計者様、施設様にご協力いただき、実現できた収まりだと思っております。なのでやはりこういった平面立面計画ですね、衣装構造を力を合わせて
いくことによって、プランニングもしやすくなりますし、行動設計もしやすくなる。なのでやっぱりハードルが低くなっていろんな方が設計できるようになるかと思います。続いて体力兵器の選択、先ほど3種類というふうにお話ししたんですけれども、今回パネルログ 1.5 倍、3.6 倍、4.6 倍の3種類使っております。続いて面材ですね、こちらは片面の倍率で 2.5 倍から 3.3 倍。あとは筋交い、タスキと数筋交いの2種類を使っております。で先ほど渡辺さんからも使いやすくというようなお話があったんですけれども、パネルログ大事認定、取っておりますので、こういった面材もよく流通している面材ですとか筋交いの耐力液と一緒に併用することができます。建築基準法の46条の壁量ですと合計で5倍まで、高度計算ですと原則7倍まで加算して使えることができますので、パネルログを使って面材を外周に貼れば5倍あるいは7倍以下であれば併用が可能になります。こういったところもやっぱりこれから広がっていく要因になっている、使いやすいというところだと思います。すごいその辺は設計をしていて感じました。こちら僕からの1階体力機器の配置図になります。で先ほどの3種類の体力液をどの位置に配置したか、なんですけれども、今これ、赤い部分が、パネルログですね。で緑色のところが面材です。でオレンジ色が筋交い。でパネルログのところは必ずしも全て、体力液にしているかというとそうではなく、こういった、外周グーガップですとか、中も外してあるところはあります。これはちょっと後でお話しするんですけど、金物との収まりなども含めて総合的に判断して外した非体力的にしてあるところがございます。これを見ても分かるように本当に面材、筋交い、パネルを共用しているような建物です。あとは先ほどちょっと平面計画で柱と梁の話しかしてなかったんですけども、あとはこういう体力液がきちんと左右バランス、左右上下ですね、バランスよく配置されている、あと2階と1階との関係もあるんですけれども、このようにバランスよく配置されている、衣装計画の段階である程度体力液を入れる位置を想定して設計していただいていると、構造設計の方も無理やりプランを書いてこの辺にもう壁が欲しいとかそういった話には、なってきますので、何度も申し上げているんですが、一生工場のタグですね、その辺うまく、やっていければと思います。続いて接合部の選択ということで、今回僕では金物工法を採用しております。先ほど現場でもいろいろ見ていただいたと思うんですけれども、柱と梁ですね、金物で直接接合して、その結構数がおびただしかったと思います。で今回 PX 紙申請のプレゼンター金物を採用しておりまして、なぜ金物工法を採用しているかといいますと、ここに今メリットデメリットっていう、そんなに簡単に分けられるものではないんですけれども、金物工法っていうのは接合後の体力が数値で保証されます。よく在来の継ぎ手仕口ですと詳細に計算すると体力がきちんと出てくるんですけども、この住宅レベルで毎回きちんとそういった接合部の計算をしているかというとそうではないことが多々あります。ですがこういった接合部金物工法を使いますと、その何キロニュートンまでどれぐらいの力まで耐えられるっていうのが数値で出てきますので、梁にどれぐらいの力がかかる、柱にどれぐらいの力がかかるといって、単純に比較してそこが十分体力があるということが分かります。あと木造というのがやっぱり接合部が他の RC とか
鉄筋コンクリートか鉄骨造に比べると接合部がやっぱり弱い方法になります。なのでそういった弱点を補う接合部ですね、柱と梁の接合部ですとか基礎と柱の接合部なので壊れないためにも接合部をしっかり強くしてあげるという意味合いがあります。ただ一方で数が大きくなり、費用がかかるというのが結構現場サイドから、言われることが多くなっております。で、今回弊社でやらせていただいたのが、僕がパネルログ採用が1投目だったんですけれども、長野の方で今2投目やらせていただいて、そちらの方では今回、僕からいろいろ勉強って言ったら変なんですけども、設計で学ぶところが多かったので、その辺いろいろ長野の方では反映させていただいて、そちらでは、メインは在来の敷地継ぎ手の収まりで、一部に可能な方法を採用するというような設計をしております。今ちょっと話しましたんですけど、パネルログタイル機っていうのはそのどちらも採用が可能です。もう必ず金物方法でなければいけないというわけでもなく、在来の敷地継ぎ手も使えます。こういった点もどんどん住宅でも特殊建築物でも使えるかなと、そういう門戸が広がっている要素だと思います。ただし、ちょっと風格部ですね、入り積み、出積みなどタイル壁の地震などが起きたときに柱が浮き上がる、引き抜き力が大きくなる箇所ですとか、加工が複雑になる箇所ですね、プランニングによってちょっと張り組みですとかが複雑になっているところに関しては、ちょっと金物工法ちょっと収まり苦手なところもあるので、そういったところは注意していただければと思います。実際それはどういうところなのかと言いますと、こちら立面図、こちら平面図ですね。この、茶色い部分がパネルログになっております。こちらは、その両端の柱です。で、金物っていうのがどういうところにつくかと言いますと、1階の中脚、1階の中東、今2階ないんですよね。1階の中東は中脚、中東にも、取り付きます。基本的にタイル壁の両端ですね、力がかかったときに浮き上がるようなところに金物を引っ張ってあげる金物を取り付ける必要があります。今こういった単体でパネルがついているところですとか、2枚ついていても両端にはつけられるんですけれども、こういったところはですね、連続しているところ、あと2階にタイル壁があったりするところ、風格部、入り積み、出積みなんかはちょっとやはり金物がつけられないことがあります。あとはもう金物がそういった場合、金物工法ですと、ここの柱を欠くことなく、本当はこういうところにつけたいんですけども、金物工法を使うとこの柱の真下につけることができますので、こういったパネルログの認定から外れることなく金物をつけられたりします。ただ、こういったところやっぱり、どうしても収まらないような場合がありますので、そういった場合はこちらタイル壁を外したりですね、こういったところを外したりっていうちょっと構造的な工夫が必要になってくるところもありますので、こういったところはやっぱりプレガット業者さんとの協力で、現場との協力も必要になってくるようなところですね。この辺ももっとどんどん普及して施工費とかを抑えるためには、どんどんこの辺も研究していかなければ、どんどん関連する会社さんとお話しして、より良くしていければなと考えております。でちょっと本体の話からはちょっと外れてしまうんですけども、こういった中大規模に必ず、付随してくる話として、エレベーターと鉄骨階段というものがございます。エレベーターの方なんですけれども、こちら本体は木造なんですけど、エレベーターだけ鉄骨ということで、
その鉄骨というのがどういうふうに設計するかということで、自立型、半自立型、ちょっと難しい話になってしまうかもしれないんですけど、というのが採用可能です。でこの辺も全部木でできれば一番いいんですけれども、やっぱりどうしてもそういった多工法 RC とか S との協力が必要になってきますので、そういったコーディネートは、衣装設計構造設計がうまくやって、まとめていければ一番理想的です。ちょっとこの自立型半自立型っていうのがちょっとピンとこないかもしれないんですけれども、自立型というのはこちら建物部分があるんですけど、自分でエレベーター自体で、連直荷重水平荷重にも耐えられるようなタイプです。で今回は牧歌の方ではこのタイプを採用しております。でこの辺はもうこの場合はこれでこちらの自立型タイプで全て体力を持っているんですけれども、この半自立型、こちらは、自重だけこの鉄骨階段を持たせて、水平力、この横揺れは建物に持たせるというような設計手法もあります。で自立型は外注しなければいけないんですけれども、半自立型ですと弊社のような木造専門の構造設計事務所でも作ることができて、こういったところは構造設計のトータルのスケジュールですね、も短くすることができたり、費用も抑えることができますので、こういったところ全体的な工期などにも結構大規模だと影響してきますので、こういった2つ状況に応じて、選択していただければと思います。いずれも、多工法なので、こういった円端距離ですとか、そうですね、この接続する部分、こちら半自立ですと建物に持たせることになるので、この木と S をブラケットでつなぐ必要があるんですけれども、そういった技術ですね、現場で本当にできるのか、設計はしたけど現場でできるのか、そういった問題がありますので、その辺は施工業者さんと話し合いとか必要になってきます。これは牧歌のエレベーターの図面なんですけど、先ほどの円端距離というのはこういった木部との取り合いですね、離れの距離が十分なのかですとか、鉄骨ですと先ほど現場で見させていただいたんですけれども、きちんとエレベーターの機器に、影響ないように柱がきちんと収まっているかですね、こういったところもなかなか表には出てこないんですけれども、重要になってくる要素の一つです。で同じように外部の鉄骨階段ですね、こちらもエレベーター課題と同様に自立型、半自立型ですね、自分自身で立っている地震に対しても持つようなもの、あるいは建物の方に力を流す半自立型というものがあります。で牧歌の方では、分化シャッター製の団重楼というものを、使っております。でこちらその設計当時は、そうではなかったんですけど、2020年の6月にこの半自立型といって建物の方で、鉄骨階段に働く地震力を負担させるという認定を取得することができました。なので設計士事務所としてはハードルの低いって言ったら変なんですけれども、わざわざ他に外注しなくてもうまく設計できるような、そういった認定を取得しておりますので、こういった中大規模には使いやすいものが出てきております。こちら團十楼というもので、ネーミングは階段プラス廊下ということで團十楼というふうに聞いております。この辺もある程度仕様が決まっておりまして、廊下、階段の手すりですとか、ある程度の衣装のこういった用語、ここを例えばパンチングメタルにしたりですとか、幅をちょっと広げたりですとか、角度、段数ですね、その辺はある程度バリエーションがあるようです。お触りのパターンといたしましても、直回だったら折り返し、L 字、
こう内部に設ける階段などもいくつかパターンがありますので、こう他と一緒になるのが怖い、既製品ですとか、ああいう仕様が決まっているものだと、そういう他との区別がつきにくいという可能性もあるんですけど、これだけのバリエーションがありますので、その辺は使いやすいかなと思っております。先ほど認定を取ったというものがあるんですけれども、自立型、反自立型というのは結構構造計算ではグレーゾーンになっておりまして、審査機関によってはいい悪いというのが出てきてしまうんですけれども、そういった審査に通りにくいっていうのをなくすために、もうそういった計算で OK ですというプランの評定を取っておりますので、そういったことで、設計が例えば鉄骨の階段の設計がまるっきり変わるっていう可能性はなくなっております。でちょっと最後宣伝みたいになってしまうんですけれども、弊社 BX 東証というのが BX グループということで文化シャッターのグループ会社になっております。で、この團十郎が文化シャッターが販売しているんですけれども、今回プレセッター金物を使っている BX 金信が窓口になって、このグループの中で、金物、鉄骨階段でこちら構造計算というタッグを組んで、提供、しております。この辺は、住宅に限らず中大規模、こういった階段ですとかエレベーターなど多工法が合わせるような構造設計に対してもこう立ち向かっていくようなタッグを組んでおりますので、また何かパネルログ以外にもご要望がありましたら、ご相談いただければと思います。はい、以上で5つ中大規模ですね、設ける構造設計の有意点ということで簡単ですがお話しさせていただきました。ご清聴どうもありがとうございました。では日本動画発協会の実委員長をしております加藤と申します。たびたび出てまいりましてご迷惑をしております。では地域材におけるパネルログ工法を採用した公共建築物についてということでお話をいたしたいと思います。手元の資料とは若干スライドと文言が変わってたりするので、前を見ていただければと思います。ではまずログハウスでは、10年ほどぐらい前から公共建築物、そんなにたくさんはないんですけれども、ログハウスで建築した特別養護老人ホーム、これは国土交通省の補助金をいただいて、日本で初めての45分順耐火構造の特別養護老人ホームということで、三重の木、この頃鋼材も当然ですけれども使った順耐火建築物で1000平米超えのものを見ました。で、これ建築の様子ですけれども、全部ヒノキ、地元の三重県産材のヒノキ、茜材ですね、でログ材を使ってパネルログではないんですけれども、ログを横積みのログで作った、その当時というか今でもこういう特養で1000平米超えのログハウスではないので、それを老人ホームといくつか使わせていただきました。それから、これは前の平田町にある松本クリニックさんなんですけれども、その頃まだパネルログという概念がなくて縦ログ、要はいわゆる壁柱なんですけれども、柱を、建築基準法上の告示という、ちょっとややこしいんであるんですけれども、柱を立ち並べて、構造体じゃなくてただの壁ということで、この上に合板を貼り付けて建てた建物で、これは林野庁の補助金いただいております。で、これもログハウスの一つのカテゴリーということで縦ログという名前で、なったものです。で、完成形は、奇抜なデザインというかギターが何なのっていう感じはしますけれども、ギターの看板の後ろとか1階の壁というのは全部縦ログで構成をしております。縦ログ15センチ角の角材柱を立ち並べたと思ってもらったらいいと思います。
で、ガラッと変わりまして林野庁の施策の一つとして、川原さんのお話にもありましたように、いろんな日本の木材の活用ということで、上の方に、少し、林野庁の施策ですけれどもいろいろ対策で公共建築の木材利用の増加というのを目指そうということで、木造公共建築物の、整備には CLT の活用など木材利用のモデル事業云々ということが書いてありますが、また後ほど説明しますけれども、いろんなメニューがありまして、補助金を出すよと。で、国から県とかから林業経済等にお金を出すよというようで、木造建築物の整備等にもお金を出しますよということが国の施策であります。で、林野庁さんがまとめた中に公共建築物等の整備に活用可能な工業事業整備等一覧というのが、ありまして、その中でちょっと見えないのでもう1ページでいきますけど、林野庁国土交通省やら、いろんな、省庁等がお金を補助金を出している事業があると思ってください。次のページに林野庁の中で地域材料のモデルとなるような公共建築の木造化木質化に対し支援ということで、地方公共団体民間事業者とで、あくまでも、公共ここにありますように、右にもあるんですが、学校とか子ども園とか社会福祉施設とか社会福祉施設ですね、老人福祉施設、いいクリニックとかいろいろあるんですけども、公共建築物に対しては300平米以上であって、木材利用量が平米あたり 0.18 平米以上で、構造体力と主要な部分は、ジャス材を使うに対しては、結構大きな金額の補助金を出しますよという補助金メニューがあります。それに、今回の僕は載せるというかエントリーをしておりまして、採択をされて今に至っているということです。その中で、この木造公共建築等の整備について、やはり単純に木材使ったからってあげるっていうわけじゃなくて、メニューの中で木造化で1番 CLT、 先ほども出てきましたけど、構造体力主要な部分に活用する建築物から耐火建築物または3階建ての地の耐火建築物から角材を活用した壁柱や重ね張りを活用した建築物等で、今回この3番を採用しております。で、壁柱っていう名称じゃなくて、壁状の柱っていう思ってもらっていいですけれども、このメニューで、ここにもポイントが書いてありますが、次のページにちょっと大きくしますとこういうふうなことで、この3番を使いましたよということになります。で、事業のポイントとして、ポイントは大きく2つというか、ジャスの製材費ということでジャス材を使いましょうと。で、それからもう一つは、ここも大事なことなんですけども、意欲と能力のある林業経営体との連携ということで、要は地域の木材林業木材産業や木材流通事業等に詳しいものまた団体が工事の発注情報、必要な木材の量や時期などの木材情報、木材の生産量や生産場所、生産時期などの木材供給情報などを一元的に把握して関係者に共有する仕組みを構築するなど、一定の工夫が認められたらいいかということで、単純に作るってなしにこういうふうなことも盛り込んで、提案をさせていただいて、採択に至ったという経緯があります。その中で、先ほど CLT っていうのは何なのか、先ほどもお話ありましたけど、CLT に対して補助金は出しますよと。ということが一つと、それから、長野県の熊本の地方で積極的な角材をいくつか接着で、重ね合わせた梁、これも、採択の要件になっていまして、地方的に、長野県の方とても推奨してますけど、そういう重ね張りを作るということ、それから先ほども見てるのと同じなんですけども、こういうふうな柱を並べた壁柱の例ということで、その3つのうちの1つのこれを採用したということです。
で国の方では補助金を活用した場合の概略図ということで、流れ的には、発注者さん、設計者がいまして、施工者がいて、木材流通業者がいるんですけども、この木材流通業者っていうのは地域コーディネーターと呼ばれてるんですけれども、そのは山から木を持ってきたものを地域のものを、納材をしてちゃんとこのグループ化して、施工者に供給を注文があったの納品する、その木材の、集められる集めないとかいろんな情報とかを共有をみんなするよというストーリーが しなさいというのが、国の林野庁の考え方です。それで、その中で、数年前からパネルログが渡辺さんなどが関わって作ったっていうのを事例を、これは木造の平屋のパネルログの、これパネルログでデッキですね、壁、それから、内部も壁、屋根もパネルログでこういうふうな建物を見たりして、なるほどねっていうことを共感をしまして、で、その頃そうですね、したということで、今の状態で、要は林野庁に出させていただいているのは、発注者は先ほどご挨拶いただいた酒井元気さんから設計の地熱設計事務所さんに設計の発注設計納品して、で松坂興産さんが工事の発注を受けて、で木材の注文を木材流通業者さんに行って、でこの木材流通業者さんは、数年前から市内の製材工場等の連携を取りながら材料を準備をしていたということで、木材供給業者さんから買って流れるということで、グループを組んでるよということでストーリーで提案をさせていただいております。木材流通の業者さんというのは先ほど言いましたように地域コーディネーターと呼ばれております。で地域コーディネーターって何なのって、取り組みは何なのっていうことは、スケジュールとか地域材料とか企画等で、スケジュールを作成して、関係する製材工場とか木材供給者と連携調整してスケジュールに沿った地域材の確保や施工者への納入を行うと。だから事業、これ大事なところで、事業開始後においても三重県内の建築物整備において県産材抜きが使用されるよう、地域コーディネーターを中心に木材加工業者を地域木材業者とのなる情報交換を行い、木造事業の共有を行うということで、これがないとダメよという考え方に沿って、みんなで、地域で連携をするということで提案をさせていただいています。で、これは先ほども見てもらったし、簡単に言いますと、緑色は4.6 倍、150ミリの壁ですよ。赤い部分は105ミリの厚みの壁ですよ。これ1階部分ですね。ただ2階部分は同じような位置で赤い部分と緑の色の部分で分けてありますよということで、これをするのには老人ホームであるので、当然ながら順体化構造にしないとダメだということと、それからもう何年か前から渡辺さんとかいろいろ関わりをさせていただいて、耐力壁でないとダメだということで、この上に構造合板を張っても建てられるんだけど、それでは意味がないということで、この木材と柱とですね、リス接合なんですけど、で耐力と出る実験等をして、こういうふうに接合して、力をこれは住宅木材技術センターで東京でやったんですけど、耐力試験をしたり、それから当然ながら45分以上の準耐化構造にしないとダメなので、防火の試験、これは大阪の日本熱創市ですね、やった建物で試験体に測定器具を取り付けた状態で、バーナーでガスバーナーで、これは45分間ですけれども燃やし続ける実験をして、この木下の建物は順体であって、それから壁倍率も備えたパネルということを準備をずっとしておりまして、いくつかに日程を取って、取り組んでいます。で、これ、45分の燃やしたすぐ後の状態で、ですパネル。これ柱の1本、これ15センチ幅なんですけども、
45分燃えた後はこういうふうにきれいになんていうんですかね、壁の古城っていうか、柱の溝、この柱の溝も燃やした後で、炭化をして膨らみますので、多少の隙間でも全部くっついてしまうっていう性質があって、木材であれば、きれいにこういうふうに乾燥した生地とジャス材であれば、45分も60分も簡単に溶けてしまうよという、要は木材だけで、燃えないということ、燃え抜けないということですね、できると。そういうことで、見にくいんですけれども、いろんな壁を、4.6倍、1.5倍、3.6倍をいろいろ配置を1階、2階を計画をして、先ほどの馬さんと構造設計のいろんな構造に対していろんな調整をしながら、ピックアップしてますけど、これ 4.6 倍、ここは実は壁倍率がない壁であったり、ここは 4.6 倍ですけども、3.6 倍もあれば 1.5 倍もあって、体力のない壁作ったりとか、いろいろそういう組み合わせをして、で、防火も含めて、認定2つのいくつかの認定を使いながら、取り組むかという建物です。で、150ミリ厚っていうのは基本的に 4.6 倍で、片面が化粧の柱、その片っぽにはサイリングを貼るという認定を取っております。ですね、内側は150ミリのおよそ150ミリの幅のパネルがみんな表し、柱等が表しですよということです。で、もう一つは105ミリの厚さというのは、外壁間仕切り壁とも両面板張りです。で、木材のみで構成していると。ですから木材で60分人体化で、そのまま取れている。なおかつ体力が 3.6 倍と 1.5 倍という体力も取れているということで、木材だけで構成をして、これは本当に無の木材、それも三重県産材で全部やれるよというストーリーです。で、先ほどビデオ等も流してましたけども、ピッチ上げます。これがザーモ計算から、松坂のザーモ計算から納入された、角材です。で、その角材を、重ね合わせて、ドリルで、ジグを使うんですけども、ドリルで、1本ずつですね、穴を開けて、それから、こういうふうにジグ、工夫してるんですけども、重ね1本、2本、2本、3本で伸ばしていくんですけども、最後にビスを締めて、全部締めて作ったと。今回はすべて松阪のウッドピアの工場内で大工さんで作ったものです。広い倉庫の中で、あらゆる工程、ビス締めから金物取り付けから合板の切断まで全部やったよということです。で、もうこれは出荷前で、重ね上げてまして、パネル状のものとかバラバラのものとかいろいろ長さもいろいろありますが、これも出荷前ですね。で、もうこれは150ミリ角とか150ミリかな、105ミリですね。で、150のところこの中にありますね。で、長いもの短いもの、窓上なんか短いものになったりするなどしたのがですね、ありますよということでです。それからこれは余分というか、日清さんというのは三重県の多気町にある、先ほど川原さんの方からお話ありましたけども、合板に、バッテルというか、松阪のウッドピアさんからこの日清という合板工場に松阪の、材料、木材が売っているので、そこの合板も使おうかということで、構造の合板をそこから納入していただいたと。で、これは建前をやりかけた時の状態で、土台で普通に柱を立てて、金物は取り付いて、これ通し柱なんですけども、金物を取り付けて、
いっぱい柱状にこうボルトを取ってますけど、みんな柱が取り付いてくるところです。で、パネルを、雨ばっかりなんですけども、パネルを一つつけて、これハリウッドからのついてますけども、これそうですね、パネルを置いて、これ長さ違うの、針の高さが違うんですけれども、これのを組み上げて、で、短くしようということなので、端折ってきましたけど、ストーリー的に考えるのは、地域の設計事務所さん、一部大物さんは構造設計はなかなかちょっと特殊なので、考え方としては地域のじゃないんですけれども、その構造設計はちょっと特殊なのでいないということですから、地域の設計事務所さん、衣装設計ですね、それから地域の山、木の市場、森林組は製材所、構造材はジャス材になるんですけども、地域の製材業界、それから地域のコンテン大輔さんですね、さんが関わって建築すると、広く今回は松阪地方ですけど、広く言えば三重県地方になると思いますけども、要は他府県の木を使うとか、他府県の業者さんじゃなくに、身内のだけでやってしまえるよっていうのがこのパネルログの特徴です。で、縦ログとパネルログと壁柱とどう違うのっていうことですけども、壁柱というのは以前から壁柱という名前のネーミングがありましたけれども、それは通称的なもので、縦ログっていうのはログハウス業界としてはログっていう名前が入っている方が嬉しいので、縦ログという名前を使っておりますし、今回認定を取ったのはパネルログで認定を取っているのでパネルログという名前を使っています。ですから、縦ログもパネルログも壁柱も同じという認識で、作っておりまして、こういうふうに、先ほど見ていただきましたけども、公共建築物で1000平米とか、3階建てでもできるという構造計算さえきちっとすればできるという、で純耐化も45分とか60分とかっていうのも、木材だけで構成をできるよということで、また地域材で、頑張ればできるということで、ストーリー的にはそういうふうな、地域材によるパネル工法を採用した公共建築ということで、先ほどの話のように公共建築物がなかなか木造化しないということを、地域の CLT 等の、じゃなしに地域の一般の材木屋さんが扱う角材等で作ってしまう建物をするということがいいんじゃないかということで取り組みをさせていただいております。以上でございます。ご清聴ありがとうございました。